兵器解説専門チャンネル、弾丸デスマーチ、へようこそ。今回は、東南アジア最大の軍事費を持ち、面積、人口に見合わぬ重武装を続ける隠れ軍事大国、シンガポールについて、その軍事力と、シンガポール陸海空軍が保有する主要な装備を一気に解説します。シンガポールは、国土面積が世界175位で、日本の約530分の1、東京23区とほぼ一緒。さらに排他的経済水域の面積は、日本の約4200分の1しかなく、大変小さな国です。その反面、シンガポールは国際競争力が非常に強い国で、教育、娯楽、金融、技術、観光、貿易などの世界的な中心となっており、今回のロシアの暴挙に対して、ASEAN で唯一経済制裁を発動。ロシアにかなりの打撃を与えています。シンガポールは、ASEAN の一員でありながら、欧米日との貿易に依存して発展した国であるため、それらの国に配慮した言動が多いものの、近年では数少ない親中国家の一つでもあります。ということで、うまくバランスをとって経済を発展させてきた国、という感じです。しかし、国土が狭小なために水源に乏しく、隣国マレーシアから、ジョホール海峡を渡るパイプラインを引き、水を購入しています。ただし、供給国のマレーシアとは外交的な衝突を繰り返しており、水の供給停止や、法外な価格を突きつけられるなど、国内に大規模な水源が存在しないことが、シンガポールの最大の弱点となっています。ということで、水以外は特に近隣諸国との揉め事もなく、国土も小さいため、大した防衛力は必要なさそうなシンガポールですが、人口が570万人に対して、軍の兵員は7万3000人、予備役は30万人、軍事費は 1.3 兆円と、国の規模にしては過大で、東南アジア最大の軍事費を誇り、その質、数とともに国土に対して十分すぎると言えます。それではシンガポール陸海空全軍の主要な兵器を見ていきましょう。フォーミダブル級フリゲートは、ステルス性に優れたフランスのラファイエット級をベースに製造され、主砲や対空対艦ミサイル、魚雷、と他任務に対応できるフリゲートです。現型のラファイエットよりもさらにステルス性を強化し、新型の多機能レーダーを中核とした防空システムを搭載。対空目標の捜索距離は250キロ、同時に400個以上の目標を追尾可能。VLS、垂直発射システムには、アスター艦対空ミサイルを32発搭載し、それなりの股間防空能力を持つステルス艦となっています。ということで、ベースとなったラファイエット級の上位互換、という感じでしょうか。ビクトリー級コルベットは、ドイツ企業が設計した船体を有用し、ヘリコプターの運用能力を省いたコルベットで、外見的な特徴は、船体に似合わず巨大なマストです。これは、イスラエル製の高性能レーダー、ジラフ、や、電子戦装備を配置する必要から巨大化したものです。これによって船の重心が高くなり、復元性に問題があるため、揺れを抑える装置が搭載されています。完備のクレーンの両舷には VLS が搭載され、それぞれにバラク股間防空ミサイルを8発ずつ、計16発を装備します。また、対艦ミサイルハープーンも2発搭載し、有事にはさらに数を増やせるようになっています。インディペンデンス級沿岸域任務艇は、シンガポールが開発したいわゆる哨戒艇で、アメリカのインディペンデンス級沿海域戦闘艦、LCS、とは別物です。本級は、後述するフィアレス級哨戒艇の代替として計画され、精進化に重きを置いて開発されました。シンガポールにおいても、日本と同様に出生率が低下し、徴兵制とはいえ、人手不足が懸念されていることから、自動化とリモート技術を導入し、少人数での運用を可能とした船です。武装は、股間防空用として、フランスの対空ミサイル、ミカ、を VLS に12発搭載していますが、本級は沿岸域での任務を前提としているため、対艦ミサイルは搭載していないようです。フィアレス級哨戒艇は、
海軍の高速戦闘艇とされており、対潜水艦戦を主任務として、魚雷を搭載していたことから、苦戦艇にも分類されます。また最低限の自衛防空用として、簡易的な防空ミサイルである、ミストラルの遠隔操作型の、サドラル連装発射機を完備甲板に装備します。本級は旧式化が進んでいることから、前述のインディペンデンス級へ置き換えられ、現在では2隻のみが運用されています。エンデュアランス級揚陸艦は、シンガポールで開発されたドック型輸送揚陸艦で、艦内の搭載能力は、戦車18両、その他の装甲車などを20両、中型輸送ヘリコプター2機、上陸部隊を350名収容可能で、ウェルドックには4隻の上陸用船艇を搭載可能となっています。日本の大隅型よりも一回り小さい船体にもかかわらず、搭載能力は遜色ないレベルです。まあ、大隅型は、手術室や治療室、病床スペースなども充実していますが、本級は輸送能力に全振りした感じでしょうか。チャレンジャー級は、1967年に一番艦が就役した、スウェーデンのシェーオルメン級潜水艦を、1980年にシンガポールが購入したものです。これは、シンガポール初の潜水艦でしたが、購入時点で旧式化が進んでいたため、訓練や潜水艦のノウハウを得るための購入と見られていましたが、その後、近代化改修を受けており、スウェーデンでバルト海での作戦用に設計された本艦を、熱帯海域に合わせるための改修が施されました。しかしながら、近代化されたとはいえ、艦齢50年以上経過するため、現在では4隻中2隻が退役しています。アーチャー級潜水艦は、前述したスウェーデンのシェーオルメン級の後継の、エステルエトランド級を、これまた中古で購入した潜水艦に近代化改修を施したもので、現在2隻が運用されています。どうやらシンガポールはスウェーデンがお気に入りらしい。ちなみに、次の主力潜水艦として、ドイツからインビンシブル級を4隻購入予定で、すでに1隻が海上試験を始めているようです。ベドック級掃海艇は、これまたスウェーデンの企業が開発した掃海艇で、改修を受けながら4隻を運用しています。これらは、シンガポールの海上安全保障において非常に重要な役割を果たしており、シンガポール海峡周辺のシーレーンの安全維持のために、機雷除去を行うこの手の掃海艇の保有は、必要不可欠と言えます。そういう意味では4隻じゃ足りないような気もする。掃海艇って機雷の処分だけでなく、沿岸警備とかにも使えるしね。でもまあ領海や排他的経済水域が狭いからね。はい、ということで、ここまで紹介した通り、シンガポール海軍艦艇の数としては、日本などの海軍国と比較すると当然少ないですが、シンガポールの排他的経済水域の面積は、日本の約4200分の1しかないので、それを考えると、ステルス性などの先進性を追求した水上艦艇や、潜水艦まで持つというのは、一見するとやはり課題にも思えます。しかし、シンガポールは太平洋とインド洋を結ぶ主要航路の一部である、シンガポール海峡や、マレーシアとの境界にあるジョホール海峡などを抱えており、また、日本と同様に国内に天然資源が少なく、輸入に依存していることや、これまでのシンガポールの経済発展が、貿易によって成り立っていることもあり、それらの海上交通路は、シンガポールにとっての生命線であるため、シーレーンの確保、維持のために、それなりの海軍力を持つ必要がある、というわけです。また、覇権主義を続ける中国への牽制、という意味合いもありそう。なんだか日本の事情と近いものを感じます。重要な海路の安全確保は、日本にとっても不可欠なので、その調子でよろしくお願いします。レオパルト 2SG は、2006年にドイツから大量導入したレオパルト 2A4 に、大幅な近代化改修を加えたバージョンで、車体や砲塔など、全周囲に追加装甲を施し、ネットワーク通信機能の追加などを行ったもので、今でも1000級の第3.5世代主力戦車です。シンガポール陸軍は、
このレオパルド 2SG を約230両保有しており、その他にも、イギリス製のセンチュリオン戦車を改修した、テンペストという戦車も100両ほど保有していたようですが、旧式化が進んでいるので、現在の稼働状況は不明。おそらくはほぼ退役していると思われます。ちなみに、陸自の戦車戦力が500両ほどなので、国土の広さの違いを考えると、レオパルド 2SG の230両だけでも、十分に過大な数を揃えていると言えます。バイオニクス歩兵戦闘車は、シンガポールで開発された初の歩兵戦闘車で、歩兵戦闘車としては無難なデザインとなっており、防御力や機動性についても、他国の車両と比べて標準的で、必要に応じて増加装甲の装備が可能です。本車両はいくつかのバリエーションがありますが、戦闘用車両としては2タイプが存在しており、砲塔に 25mm 機関砲を搭載した、バイオニクス25と、砲塔に 40mm 自動的弾銃と、同軸に 12.7mm 重機関銃を装備した、バイオニクス40が配備されており、これらのバイオニクスシリーズ合計で、700両ほどが大量調達されています。ちなみに、このバイオニクスの後継として、すでに新型歩兵戦闘車の開発が進んでおり、実戦配備間近との話もあります。テレックス双輪装甲車は、アイルランド企業の協力のもと開発された双輪装甲車で、電動ハイブリッド駆動システムなどの、先進的な機構を持たせつつも、セラミック複合材の追加装甲によって、最大で 14.5mm 鉄鋼弾を防ぐなど、防弾性も強化されています。車体底部は二重の V 字型構造で、IED、即席爆弾、などの防御性も持っています。また、水上走行も可能で、NBC、核、生物、化学兵器化の活動能力も持つなど、スペックだけを見ると、かなりマルチで優秀な双輪装甲車です。本車両は、他国の双輪装甲車と同様に、様々な派生型が生産され、機関砲を搭載した歩兵戦闘車型や、双輪戦車型などが存在します。この手の分野では、日本よりもシンガポールの方が断然進んでそう。SSPH プリムスは、シンガポールが開発した自走榴弾砲で、日本を含めた様々な国の自走砲の調査、研究をした上で開発されました。自衛隊の99式自走榴弾砲の重量が、約40トンもあるのに対して、本型は国内事情に合わせてコンパクト化が求められたため、同じく軽量級の自走榴弾砲である、アメリカの M109 パラディンのシャーシをベースに開発したことで、約28トンという軽量な自走砲となりました。手法の性能についても M109 パラディンと同程度で、西側の自走砲と比べて、標準的な能力を持つと思われます。主武装の 155mm 榴弾砲は、最大で毎分6発の発射速度を持ち、通常射程は20キロ、長射程弾を使用した場合には、30から40キロとなっています。この SSPH プリムスですが、調達数は不明なものの、砲兵部隊の規模的に、100両以下、という感じでしょうか。ハイマースは高機動ロケット砲システムで、詳細性能は、別動画、台湾陸軍の今、第3話、自走砲編で解説しているので割愛しますが、マルスの小型版として、アメリカで開発された自走ロケット砲です。現時点でのシンガポール軍での調達数は不明ですが、前述の SSPH プリムスも含めて、自走砲はある程度の数を揃えていると見られます。そもそもだけど、シンガポールのような立地に、自走砲は必要なのだろうか。シンガポールでは、国土が狭小なため水源に乏しく、隣国マレーシアから、ジョホール海峡を通したパイプラインで水を購入しており、その供給国のマレーシアとは、外交的に衝突することがしばしばで、水を人質に無理な要求を突きつけられるなど、経済安全保障、という意味では弱みがあります。ということで、自走砲の大量配備は、ジョホール海峡を挟んでたまにもめてる、マレーシアに対する圧力、という一面もあるのかもしれません。ジョホール海峡の幅は、2、3キロなので、射程としては十分だしね。まあ本当にそのためかどうかわからんけど。
一般的には、イギリス植民地時代に旧日本陸軍の侵攻をたやすく許した反省から、国土に不釣り合いなほど強力な装甲車戦力を備えている、と言われますけどね。いずれにしても、質量ともにヨーロッパ諸国を上回る装甲車戦力を備える結果となりました。何はともあれ、金持ち国家は羨ましい。さて、続いて空軍ですが、こちらも海軍と陸軍に負けず劣らず大きな戦力を持っています。F-15SG は、シンガポール空軍で運用されている、F-15 の多用途戦闘機型で、F-15 としては珍しく、比較的近年の、2008年にロールアウトした機体です。本機のベースは、マルチロール型の戦闘機、F-15E ストライクイーグル、で、正確には、F-15E の改良版で、韓国が調達した、F-15 系に近い機体だと言われており、機体の一部は韓国で製造されているとのこと。ただし、搭載するレーダーは、韓国のものよりも新しく、エンジンについても信頼性を向上させたバージョンが使われています。ということで、調達からまだ日が浅く、近代化も実施されているので、今後しばらくは第一線で運用されるものと思われます。F-16 ファイティングファルコンは、言わずと知れたアメリカのメジャーな戦闘機で、初飛行から40年以上経過しているにもかかわらず、今でも西側各国で活躍している現役バリバリのベストセラー機です。これまでに様々なバージョンの機体が4500機以上製造され、約30カ国で運用され続けており、シンガポールにおいても、改修を受けながら70機程度が現役で稼働しているものとみられます。この他にも、F5 タイガーなどの旧式機も40機ほど保有していますが、今後、ステルス戦闘機、F35 の導入が予定されており、順次 F5 を置き換えることになっています。いやしかし、F35 すら導入しちゃうとはちょっと驚き。というか何気に F35 開発プログラムのパートナー国だったのね。知らんかった。しかも、空軍型の F35A ではなく、ストーブル、短距離離陸垂直着陸機の F35B を最大で12機購入するらしく、それに合わせて、エンデュアランス級揚陸艦4隻を代替する JMMS 計画にて、全通甲板を持つ強襲揚陸艦のコンセプトも発表されたようです。まあ国土が非常に狭く、使用できる滑走路も限られるため、先制攻撃で滑走路が破壊された際に、ストーブル機が有効である、という判断でしょうね。続いて、その他の固定翼機ですが、早期警戒機、E2C ホークアイを4機、C130 ハーキュリーズ輸送機を14機、空中給油機を4機、と、領土領空の小ささを考えると、これまたそんなに必要なん、と思うほどの数を揃えています。そしてなんと、攻撃ヘリ、アパッチに至っては陸自よりも多いという。また、大型輸送ヘリ、チヌークについても18機を保有。C130 ハーキュリーズといいチヌークといい、狭い国土で空輸する必要はないでしょ、と思うかもしれませんが、狭いからこそ輸送機が必要になります。大規模な軍事演習は、当然自国では行えず、オーストラリアなどで実施しているようですし、なんならアフガンとかにも積極的に陸軍を派遣してるようなので、この程度の輸送能力は必要なのでしょう。それではこれで、シンガポール軍の1期2番は終了です。まあ次も見てやるか、という方は、チャンネル登録、いいね、ベルマークのポチをお願いします。